流れる LED リフレクターをつけていきます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。今日は友達のマツダ3に LED のリアリフレクターをつけていきます。結論から言いますと、作業途中で止まってしまいました。純正のリフレクター、どうしても一つだけ外れなくて交換できないという事態になりました。ちゃんと外せた方は配線の取り回しを終えて動作確認も終えて、あとはスプライス端子を使って割り込ませるだけというところまで進みました。その一部始終をご覧ください。映像の方はまた別のカスタムで金属製のブレーキペダルなどにね交換したということなので、どのように、変えたのかを聞いてみました。The brake is the hardest part to put on. Is it the back? Is it kind of rubber? Yeah, it's rubber, material? just like the Oh, I see. this tab, so you can pull it over easier, and this one on the bottom. So they actually made it better than the one from the factory. Has like a 3M tape behind it, and it just sticks on the carpet. Just slides over top of the gas pedal, so you have to pry it over the gas pedal. But you don't really need a screwdriver for that one. Looking good, at least. はい、それでは今日の本題、こちらの赤いリアリフレクター、この純正のものから LED 内蔵のもの、スモークが入ってますね。これに交換をしていきたいと思います。こちらが一緒についてきた配線の表だそうです。黒い配線がボディアース、白い配線が方向指示器、赤い配線がブレーキライトのプラスですね。そして緑の線がテールライトのプラスということになります。僕の X5 のリアリフレクター LED 化しましたが、その時は配線が3本でした。これはテールライトが1本加わっているので、いわゆるデイライトですね。それに連動するような仕様になっているようです。それではちょっと潜ってこの純正のリフレクター外れるかどうか見てみます。白いクリップが左右1つずつあって、その下にボルトがね、ネジがね1本止まっています。もうこの状態で取り外しの作業できそうですね。それではウィンカーの配線とかどこのバルブが光るのかを見ていきたいと思います。 Can you do a signal? Good. Can you do like a the headlight? Like manually turn on the oh, is that it? How you do? And can you place a brake? Got it. デイライトはこちらのブレーキランプを使っていて、ブレーキを踏むとそれがさらにね明るく光るという仕組みのようです。このバルブ類の配線にアクセスするにはこのねカバーを外しまして、そして2つコネクターが見えてきました。これらの配線に割り込ませる形で LED リフレクターを取り付ければいいのかなと。それではスペースを作るためにこの車載ジャッキを外します。Okay. 青い方が3ピン、グレーの方が2ピンになっています。このフォームは取っ手のような役割をしているんでしょうか。外そうとするとね、これもう使い物にならない感じだったので、この後ろの方から配線割り込ませるようにしようかなと思います。
青い方のコネクターは3本配線が見えるので、ボディアースのマイナス、ブレーキランプのプラス、そしてテールライトのプラスということが予想できます。There's a tape and then kind of rubber tube, and inside that tube we got 3 wires. そしてグレーの方は2本しかないので、プラスマイナスということで、ボディアースのマイナスと、そして方向指示器のプラスということになりますね。はい、それではテスターを使ってどの配線がどれなのかというのを見ていきます。マイナス線はテールライトのハウジングを止めているであろうナットにね、貼り付けてやっていきます。Left, no. Center. ヘッドライト点灯で常時電源が来ているので、こちらがテールライト。Wait. Can you press the brake? Yeah. こちらがブレーキライトで、一番最初の配線がマイナス線であることが分かりました。続いてグレーの方向指示器関連のコネクター、最初の方は全く反応がなくて、2つ目はこの点灯に合わせてね、電圧が上下していたので、こちらが方向指示器のプラス線ということが分かります。最初に出てきました LED リフレクターについていたマニュアルの配線の色の表、あれとほとんど同じような色をしています。BMW X5 のリアリフレクターより施工にフレンドリーな作りになってます。Japanese grocery store and commercial and Renable. That's all Fujiya. Oh, yeah. I always go there. No. 車両側の配線の色が分かりましたので、それに LED リフレクターの配線を一旦仮止めしておきました。これでね、動作確認をしていきます。ボディアイスはこのテールライトを支えているボルトに割り込ませていきます。That's the headlights? Yeah. Okay, great. It's light on. Can you do like a signal? It works. You wanna see? Nice. Nice. Leave it on? Yeah. Oh yeah. デイライトからブレーキを踏むとさらに、ね、 Turn it on? 光量が増すという風にちゃんとね動いているようです。リフレクターを外していくので寝そべる用の段ボール家の中から探してきてもらいました。バーベキューのねグリルを買ったみたいです。早くコロナが落ち着いてね、みんなでバーベキューしたいですね。リフレクターを外していきます。このネジを緩め外しまして、これがね錆びてない方の側です。そしてこのクリップを横から押して、そして外側に向けて押し出すと、このようにね簡単に外すことができます。反対側の錆びていた方のネジはもうねネジ頭舐めてしまう直前まで行きました。ロータリーツール今日は持ってきてなかったのでカットすることもできず、一旦そこでね作業が止まったというような感じです。 Yeah, it doesn't have this. So it just gets held on one screw. Yeah. It's easier to take off. Right. ここのコーキングが甘かったので追加でねシリコン足しておきました。そしてリフレクター本体の外周にもシリコンを薄く伸ばしてつけておきました。はい、ではスモークのリフレクターだと見た目どうなるのか、こちらが純正です。はい、落ち着いた渋い印象になってます。それでは配線をどこをね通していけばいいのかということなんですが、ここのパネルリベット2つあって外せるのかなと思いましたら、多分中の方にもリベットがあってもう割ってしまいそうな感じだったので、このバンパーの隙間、ウェザーストリップの間、下から今指をね動かしていますが、ここから通すのがいいのかなということで、はい、
余っている配線をねこうつなげてやってみます。続いてこのテールライトを外した隙間から配線を通していきます。ナットが3つ見えると思います。真ん中、上、そして下の2つですね。これを外していきます。左下のナットから先ほどはね動作確認のためにボディアースを取りました。ナット以外に中の方でリベットのようなものでね固定されていました。ボディアースを取らない方のナットの穴をねこの利用してこの中から忍び込ませます。ちょうどテールライト側にスポンジの防水パッドのようなものがあるので、うまくこのギャップをね埋めてくれると思います。Let's try. Now this has to go in Oh, okay. here. Right. あとこのナットの締め具合もね気をつけないといけないですね。程よく配線にダメージがいかないように締めます。バンパー下から引き込んだ配線がここに見えて、それがこのテールライトの隙間を通って中に入っていきます。そして反対側のリフレクターをね外そうと思った時に、はいもう全然取れないと、もうバンパーごとね外さないと取れないんじゃないかなという感じなので、どうしようかなというところですが、これがねこの右下のボルトがサビサビでした。こちらは大丈夫だった方なんですけどね。はい。でこのロータリーツールを使ってこのネジ頭を飛ばしたとしても、結局その土台の樹脂パーツがね溶けてしまうので、難しいですね。どうしようかな。やっぱりバンパーを外してネジ頭の周りをプライヤーとかで挟んで回すしかないんですかね。まあ相手がプラスチックのリフレクターに止まっているネジなので、そこまで硬くはないと思うんですけどね。というわけで次回に持ち越しとなります。動作確認もできましたし、配線の取り回しもできましたので、次回は配線を割り込ませるだけということなので、先は見えていると思います。一つ気になる点としては、テールライトの隙間に通したあの配線、果たして大丈夫なんだろうかというのを次回また仕上げの作業をするときに外してみて、ちょっとね具合を確かめてみたいと思います。というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。チョコレート、どら焼き以外にもビーフジャーキーもらっちゃいました。ありがとう。